原神心理学、ドットオレとナヒーダの会話から学ぶダークトライアドの交渉とフットインザドアテクニック。こんにちは、コバトーンです。リクエストの多かったナヒーダとドットオレの交渉について解説します。というわけで今回は魔人任務第3章5幕虚空の鼓動市場の豪華のネタバレを含みます。スメール編のクライマックスなのでまだやっていない人がいたら終わらせてから見ることを推奨します。なお今回のストーリー動画は自分で録画素材を持っていなかったのでペイモンさんからお借りしました。チャンネル主様にも許可をいただいております。改めてありがとうございます。では行ってみましょう。ナヒーダとドットオレの会話。教令員が仕組んだ送信計画を阻み、そして世界中でマハールッカ・デバータと開口したパイモンと旅人、そしてナヒーダ。マリン病や世界中の問題も解決し、一連の物語は無事に終わったかのように思えました。しかし唐突に鳴り響く音によってその平和は異変を迎えます。この音、旅人？パイモン？これだけ待ってようやくお前と二人になる機会ができた。貴重な時間を費やしたのも少しは価値があったようだ。ファデュイの執行官、何をしたの？無防備なものをすぐさま無境に入らせるただの音波さ。だがやはり神には聞かなかったか。あの賢者たちの研究で面白かったものがこれしかなくてな。ついでに持ってきて試しただけさ。安心しろ。私が彼女たちを本当に殺せば、お前が私を許さないことなど知っている。私はお前と交渉をしに来たのだ。当然ながら双方の関係を壊すような危険な真似はしない。私と交渉を？あなたはもうスメールを離れたと聞いたけれど、どうしてまたここに姿を現したの？スメールを離れたのは私であり、スメールに残ったのも私だ。知恵の神でさえ認識による完成に束縛されてしまうとは、実に失望させてくれる。それはつまり、この世には数々の異なるあなたが同時にいるということ？悪くない推測だ。たとえ同じ個体でも異なる年齢によって認識は変わってくる。その昔、私は世界の観察をするために自身のすべての視点を残そうとある重大な決断をした。観察は実験の第一歩だ。だが今ある世界の観察だけでは満足ができない。時間という重要な次元が欠けているからな。それゆえ私は様々な年齢における自分を断片として保存し、それらを独立の個体にした。それだけのことさ。私は知りたいのだ。知識を求めるために行った私のこの行為を知恵の神がどう評価するのか。あなたは生命という概念を侮辱しているわ。生命に本来含まれている数多くの規則と制限にはすべて存在意義と理由があるの。決してうぬぼれなんかで勝手に破っていいものじゃない。よかろう。大したものだ。確かに人間にとって自らと和解すること自体極めて困難なこと。それが異なる時期の自分であればなおさらだ。教令員にいたのならどうして今になってやっと現れたの？あなたには私たちを阻止し、あの偽りの神を手伝う力があったというのに。その問題はいささか簡単すぎる。実験中に被験者を助けるスタッフがどこにいるというのだ。この実験を行った私がなぜ自らの手で実験結果に干渉しなければならない。
教令員は送信計画を最終的な目標としていた。なのにあなたはそれをただ一回の実験としか見ていなかったというの。狂っているわ。もしも実験が成功していれば、あなたは新たな神を創造したことになる。そうなった時、あなたはどのようにして自らが忠誠を誓った相手と向き合うつもりだったの？それでも今のポジションを選ぶのかしら。その時のあなたは自分がどんなものになっていると思う？私は学者に過ぎない。これらの結果はその可能性に直面するかもしれない私に判断を委ねるべきだ。だがお前の言うことは何も間違っていない。だからこそこの実験には少々失望したのだよ。あなたは一個体として貴族感があまりないようね。普通の学者と比べたらなおさら信仰に欠けるわ。いやいや、私にも当然ながら信仰はある。ただお前の一貫した定義にそぐわないだけさ。さて、話もここまでにしよう。実験は終了だ。そろそろ道具の整理をし、材料を回収しなくてはな。例えばそう、神の心を。暗くさなりデビ。お前は聡明な神だ。今この瞬間における戦力の差は理解しているだろう。その雷の神の心をお前は戦闘に応用することができない。あなた、私と交渉をしに来たと言っていたわよね。だけど、私には今力ずくで奪おうとしているように見えるけど。ただ事実を述べているだけさ。私はこれでも一回の学者だ。知恵の神にはもちろんできる限りの尊重と体裁を持って接したい。あなたのその虚飾は絶対的な自信の上に成り立っているのかしら。あなたの考えは分かったわ。なら私が今ここで神の心を破壊し天理を呼び覚ましたらどうなるかしら。天理を呼び覚ます可能だと思うのか。天理は長いこと沈黙を保っているけれど、神の心は天理がテイワット大陸及び一切の法則を司るための象徴よ。それを破壊したらもう一度天理の目を引けるかしら。そうなった時、ファデューのした行いは一体どうやって収拾をつけるのかしらね。あなた、私とこの可能性についてかける勇気はある？かけ？いやはや驚かずにはいられない。私はてっきりお前が証拠や厳密な推理論証を持ち出すのかと思っていたが、よもや知恵の神の口から賭けなどという言葉を聞くとは。だが実に巧妙な一手だ。まさか以前私がお前の意識を捕捉した際、すでに見破られていたのか。学者としていかなる可能性も尊重しなくてはならない。これは私のモットーであり、実験者に欠けてはならない品格でもある。確かにそのような可能性は無視できん。ならば言うがいい。お前の条件は何だ。たとえ異国の神の心をスメールに残しても災いが生まれるだけ。でもこの雷の神の心はあなたたちの執行官を一人倒したことによる戦利品よ。今になってその戦利品を奪い取ろうというのなら、すべての元凶であるあなたが相応の代価を払うべきではなくて。代価？面白い。一体どんな代価を払ってほしいのだ。他の断片をすべて消去する。
というのはどうかしら。そのような手段で知恵の国の最たる脅威である私を制限しようと。確かにそのやり方は私が時間という次元に投入した目を奪うことも同然だ。断片の制作は非常に難しく、極めて希少な資源と膨大な時間を必要とする。それをここで全て破壊させようとは、非常に賢い選択だと言えよう。実に面白い。お前はとっくに私を警戒していたようだな。全ての私の中で、お前が出会ったこの断片こそ、最も利己的なものだ。もしも私でなければ、そのやり方は成功しなかっただろう。監禁されていた時、お前は何を見た？私を観察したからこそ、私が彼らに疑われることにとっくに辟易し、終わることのない言い争いに嫌気がさしていたことを知ったのか。あなたが言ったのよ。自らと和解すること自体、極めて困難なことだって。頭のいいあなたは、それができているのかしら。なるほど。あまたのあれら私と、神の心一つが同じ価値だと、お前が思っているのなら、よかろう。取引成立だ。そんなに気にしていないようね。まさか、あなたたちの関係って、本当にそんな悪いのかしら。気にするほどのことではないと思うがな。余分な自我で神の心と交換できる。これ以上の高値を自分につける者がいると思うか？それに私の力をもってすれば、いずれもっと良い視点が見つかる。むしろお前のそのリードは一時的なものに過ぎない。しかしお前はどうやって私が完全に彼らを消したことを確認するつもりだ？私には見えるわ。あなたに唯一残っている心情が。馬鹿げた決断をふざけてるのか。極まりない選択だ。自分さえも裏切る。これで終わりだと思う。立てかまつんだ。大工に似合うといいがな。絶対に後悔するよ。どうだ、確認したか？持っていきなさい。この先、学術都市は私が完全に引き継ぐわ。アーカー社の運行を止め、人々の知識欲と好奇心に学術領域を支配させる。もうあなたに付け入る隙は与えない。私の学術成果は故郷では評価されない。実に悲しいことだ。もちろん私も、この都市に3回も拒絶される趣味はない。これで駒が一つ。そして、お前の草の神の心も。その貪欲さは身を滅ぼすわよ。スネージナヤの執行官。いやいや、これは別の交渉さ。どうせアーカー社を止めるなら、スメールの神の心がここに残っていても、重要な役割を果たせないだろう。求めるものに求めるものを送る。それが神の責務ではなかったか？ほう、その表情。あまり気に食わないようだ。ならば考え方を変えよう。知恵の神ならば、私の知識と交換するのはどうだ？この世に流布する伝説ではすべて、人々が知恵の神から知識を手に入れるということになっているわ。それなのにあなたは、自らの知識を使って、知恵の神のものを交換しようとしている。凶暴たる行いだけど、確かに興味はあるわ。
お前はすべての知識を持っているが、この噂を聞いたことはあるか。確かこう言ったか。テイワットの星空は偽りである。それが、それは世界樹によって隠された世界全体に関する真実の秘密。これから言うことを話し終えたら、お前とはお別れだ。交渉の後、双方とも欲しいものを手にするだろう。お前とこのような形で会えて、とても嬉しいよ。凶暴なるものよ。信仰はあなたにとって、何の意味もないのでしょう。でも、あなたの話に耳を傾けるくらいなら構わないわ。はい、いかがでしょう。今まで扱ってきた心理戦とはまた違った知能指数が高そうなやり取りが魅力の場面ですよね。早速分解していきましょう。暴力による交渉。まず注目したいのは暴力による交渉です。世界で最もシンプルで分かりやすい交渉術は力でしょう。強い者が欲しいものを手に入れる一番簡単な理屈です。ドットーレの戦力は不明ですが、分かっている称号だけでもファトゥス第2位、かなりの戦闘力があると予想されます。旅人とパイモンを無力化した状態では、戦力においてナヒーダと博士ではかなりの差がある様子が伺えますね。対等な勝負のテーブルにつくには前提として対等な暴力が必要。これは間違いのない事実。特に原神のように個人の暴力で成り上がれる世界ではより顕著です。稲妻なんかが分かりやすい例ですね。三奉行による権力争いみたいなドロドロも多少ありましたが、結局最も強いライデン将軍が一番幅を利かせる単純明快な世界だったりします。なので博士はまず暴力をちらつかせてきました。同じ土俵に上がる。幸いにもドットーレはどこかのライデン将軍みたいに無言で暴力を振るってくるタイプではありませんでした。なのでナヒーダも彼女ならではの暴力を提示して同じ土俵に上がります。それが神の心を破壊して天理を呼び覚ますことですね。実際それがどれぐらいヤバいことなのかはプレイヤーには分かりません。ざっくり言えば何が起こるか分からないってところでしょうか。とりあえず博士の反応から察するにそれは結構重大な行動なんでしょう。少なくとも目的である神の心が破損することプラス天理が呼び覚まされることによって起こる不確定要素という足し算がドットーレを止めるに至る条件だったことは確かです。これによってナヒーダはようやく博士と同じ土俵に上がりました。ビッグ5で性格分析。ここでさらに会話を深掘りするために2人の性格を分析しておきましょう。性格分析にはビッグ5とダークトライアドを用います。これは現在心理学の分野で最も信用されている評価基準で、性格の大まかな全体像を捉えるのに非常に便利な方法です。ビッグ5について詳しくはこちらの動画をご覧ください。概要欄にリンクも貼っておきますね。本動画でも切り口を変えて説明しておきましょう。多角的に捉えると解像度が上がりますからね。人間の性格を表す言葉には似た意味の単語がありますよね。例えば面白いと陽気、つまらないと陰気みたいな感じです。これらの性格を表す単語を片っ端からグループ化していくと、どうやら5つにまとまるぞってことを心理学者たちが解き明かして体系化したものがビッグ5です。具体的には調和性、外交性、開放性、誠実性、神経症傾向という5つの指標で人間の性格を評価します。調和性は他人への親切さ。この指標が高いと宵宮やアンバーみたいな人懐っこい感じになります。逆に低いと八重美子やドットーレみたいな感じです。ちなみに低いからといって悪いわけではないので要注意。調和性が低い場合は交渉が上手だったりするケースが多いので、完全にネガティブな要素ってわけでもないんですね。あくまでそういう特性って捉えるといいでしょう。外交性は明るく積極的に他人と関わる性質です。荒滝一斗やベネットが高い指標ですね。外交性が低い場合はコレやスクロースみたいな内向型になります。内向的な性格も悪いわけではなく、物事や人間について深く考えるタイプが多い性格特性だったりします。これもあくまで性質を表す指標とお考えください。開放性は知的好奇心の強さ、また芸術への感受性なども含まれる指標です。なのでカーベやアルベドも高い適性のある項目ですね。逆に開放性が低いと保守的でルールを守ろうとする性質が強くなります。九条サラやメカの方のライデン将軍が該当しますね。これも良い悪いというより性質の違いです。このように基本的にビッグ5の指標は良し悪しではなく状態を表すものだと捉えると第一歩として分かりやすいと思います。誠実性はコツコツやり遂げる力。誠実性が高いキャラとしては白術や将が該当しますね。辛いことでも向き合って続けられるみたいなニュアンスで掴んでもらえるとしっくりくると思います。
逆に誠実性が低いと衝動的に行動する性質が強くなります。荒滝一斗みたいに合理的計画性よりも感情で動いてしまう性質ですね。神経症傾向はメンタルの繊細さ、高いほど敏感なのでコレイやカーベが高い部類ですね。低いほどメンタルが強いのでベネットやアルハイゼンが該当します。ある意味感受性の側面がある性質なので、カーベのような芸術家はある程度高い傾向にあります。現実でもゴッホなんかは精神症傾向が高いことが作品に現れた芸術家です。そして最後にダークトライアドとはビッグファイブに含まれないヤバい人格特性のこと。具体的にはサイコパシー、ナルシシズム、マキャベリアニズムの3つです。サイコパシーは共感性の低さで他人の感情を感知する能力が低い性質です。そのため相手が苦しんでいたり痛がっていてもお構いなしの行動をしたりする特徴があります。ナルシシズムは自分が大好きな性質。多少持ち合わせている方が自分に自信が持てたりするので良かったりしますが、高すぎると他人より自分が上という感覚が強くなりすぎてしまいます。マキャベリアニズムは目的のためには手段を選ばない性質。普通ならちょっと気まずくてやらないような手法もお構いなしにやってしまう性質です。それぞれに利点もあるのですが、3つ揃っていると危険人物である可能性が非常に高くなることが知られています。自分大好きでその欲求を満足させるためなら手段を選ばなくて、他人を犠牲にしても全く気にしないって考えればやばい人なことはわかりますよね。これらの指標を使って評価していきますね。ナヒーダの性格。ナヒーダの性格を分析するとこのようなグラフになりました。比較のために日本人平均を青線で示しています。一つずつ見ていきましょう。精神症傾向が低めなので、ナヒーダは比較的メンタルが強く安定した精神状態を維持できる性質があります。スラサタンな聖書に閉じ込められていても長期間心が折れなかったところなどを鑑みても納得ですね。また普段から合理的で感情が先走ることはほとんどありません。外交性はほんの少し低めといってもほとんど平均です。これは外交性も内向性もある状態。知恵の神なので考え事を好む内向性が強いのですが、自分から進んでスメールの民と関わろうとする外交性も併せ持っています。そのため結果として平均の近くのところに落ち着いた感じですね。誠実性はほぼ最高点。コツコツ辛いことも続けることができます。幽閉されている間もスメール人の夢に現れて地道に人助けをしていましたし、解放されてからも民のために努力を重ねています。文句なしの満点ですね。調和性もほぼ最高点。愛情を持って他人と触れ合うことができます。ナヒーダはスメールの民を心から大切にしていますよね。今まで登場している他の神と比べても価値観の違いこそあれど、ナヒーダは最高点で納得でしょう。開放性も高め、高い知的好奇心を持っています。知恵の神ですからこれは高めで当然ですね。ナヒーダのダークトライアド。次にダークトライアドです。ナヒーダのダークトライアドはこんな感じになりました。低いですね。なんてまともな神様なんでしょう。ここで一つちょっと面白いことが起こったんで説明しますね。黄色い線が神様としてのナヒーダで、緑線がもしナヒーダが人間の少女だったらと考えて採点した場合の結果です。どうしてこんなことをしているのかというと、ダークトライアドの判断に使う質問には、周りの人がそう言っているので私は特別な人間なのだと思うみたいな質問があるんですよ。この質問に点数をつけて回答することでナルシシズムを判定するんですけど、これ神様だと当然じゃないですか。同じように神様として考えるとどうしてもナルシシズムの点数が高くならざるを得ない要素が多かったりするんですよね。そりゃこれは人間用に作ってあるわけで、神様を判定するための質問じゃないので当たり前っちゃ当たり前ですよね。なのでちょっと考え方を変えてみました。もしナヒーダの性格がそのままで人間の少女だったらどんな回答をするだろうかといった観点で回答した場合が緑線です。なので緑線が直感的に感じる性格だと思っていただければいいかと思います。黄色線は神様成分ですね。ドットーレのビッグファイブ。次にドットーレです。一つずつ見ていきましょう。神経症傾向は非常に低くメンタルが強いことが分かりますね。神と対峙してもあのふてぶてしい態度からしてこれは当然な結果でしょう。次に外交性。先ほどのナヒーダと同じで思考が好きな内向性と積極的に外部の人間と関わる外交性を併せ持っているのでこの数値となりました。誠実性はほぼ満点です。コツコツ苦しいことでもやり抜く力があります。ドットーレは自分の年齢別な分身を作るために貴重なリソースと膨大な労力をかけているようですから、実験のためならかなりの誠実性を発揮する性質のようですね。また教練院に入り込んで再興したりする過程でも非常に計画的に行動している点は誠実性が高いと言えるでしょう。このように誠実性とはコツコツ計画的にやる能力を指しています。ドットーレは誠実とは程遠い性格をしていますが、誠実性は高いんですね。普段使う単語とニュアンスが違ったりするのでこのあたりは覚えておいてくださいね。調和性はかなり低いです。
他人への優しさはほとんどないと言っていいでしょう。実際今まで描写されているシーンでも他人にひどいことしかしていないので、これは納得ですね。開放性は高いです。知的好奇心が強いってことですね。ドットーレは実験のためならどんなことでもやりますから、開放性は文句なしの満点です。ドットーレのダークトライアド。続いてダークトライアド。なんということでしょう。美しい三角形ですね。ほぼ満点です。全ての要素が圧倒的高得点。それも納得な内容で、まずサイコパシー。過去にコレイに対して行った人体実験をはじめ、スカラマシュやスメールの民を実験に利用しても何とも思ってないその姿勢は満点のサイコパスですよね。さらにその実験の数々は全く手段を選んでいません。今回も欲しい結果のために自分自身を全て消すというとんでもないこともやっていますから、マキャベリアニズムも満点です。そしてナルシシズム。神を前にして陰銀無礼な態度をとってみたり、あからさまに上から目線で発言してみせる裏には、自分の方が相手より上に決まっているといった意識が垣間見えます。しかも相手は神ですから、そのナルシシズムは文句のつけようもありません。ましてや知恵の神に知恵でマウントを取ってますからね。これ以上はないでしょう。ドットーレはダークトライアドのお手本と言っていい存在です。好きあらば自分語り、ドットーレの話術。さて、会話の内容に戻りましょう。実は今回の会話ではキャッチボールが成立していない瞬間がそこそこあります。その原因はドットーレの自分語りです。性格分析からも分かったように、ドットーレは知識欲が非常に強い性質があります。またダークトライアドがほぼ満点であることからも、その知識欲を満たすために手段を選ばず、他人を傷つけても全く気にならず、そして同時にそんな自分が大好きです。そう、それこそ自分が神よりも上だと思ってしまうくらいに。よく聞いてみると、全ての発言が知恵の神を上から目線で見下していることが分かります。言い換えるとめちゃくちゃマウントが取りたいんです。ドットーレがした行いに対するナヒーダの感想を聞くという流れが何度かありますが、その度知恵の神といっても認識に束縛されるんすね。あ、その程度っすか。知恵の神が賭けとか言い出しちゃうの草みたいな発言をしています。文章が知的かつ声が良すぎるおかげで分かりにくいだけで、実はネットの煽りコメントみたいな内容しか喋っていないんですね。ダークトライアドは平気で嘘をつく。会話内においてドットーレは平気で嘘をつきます。例えば最初に、安心しろ、私が彼女たちを本当に殺せばお前が私を許さないことなど知っている。私はお前と交渉しに来たのだ。当然ながら双方の関係を壊すような真似はしないと言っていますが、嘘です。その発言の直後には脅迫していますし、内容的にも双方の関係なんて気にしていません。ナヒーダがドットーレを許さなくても別に問題にならないでしょう。知恵の神は尊重したいなんて言っていますが、行動が全く伴っていないので、これも嘘だとわかります。マキャベリストは目的のために手段を選びませんから、嘘も平気で使えるのです。では彼の目的とは何でしょう。それはもちろん神の心の回収です。ですがここでおかしいポイントがあります。本当に神の心の回収だけが目的なら、さっさと実力行使で取り上げてしまえばいいんです。そうですよね。だって武力では勝っていて邪魔も入らないんですから。手段を選ばないならそれが一番です。そう、つまり彼には神の心回収以外の目的があったんです。ドットーレが大切にしているもの。狂気。そう表現して差し支えない強い願望がドットーレにはあります。それは知識欲であり、そのための実験であり、そしてその価値を認めさせること。ひいてはその価値ある実験をしている自分の価値を認めさせることです。平たく言えば承認欲求と言えばいいでしょうか。ただしすべからく全ての民を見下している彼の承認欲求は簡単に満たすことはできません。雑魚におだてられても嬉しくないですからね。彼が喜べるとしたら、そう、例えば知恵の神と比べて上に立つくらいしかないのです。だからわざとドットーレはナヒーダに話しかけます。そしてマウントを取るんです。全ては知恵の神よりも優れた知識を自分は持っていると満足したいから。そして逆にこのポイントこそナヒーダが交渉で利用できる数少ないカードになり得ます。ナヒーダの探り。ナヒーダは序盤の会話で信仰心についていくつかドットーレに投げかけます。これはドットーレの価値観を測っている行為と言えますね。交渉においては相手が大切にしている価値観や通したい要求がどこにあるのかを把握することが非常に大切です。ナヒーダはまずドットーレの価値基準がどこにあるのかを知ろうとしているんです。ドットーレが神の心を回収しようとしている理由は、彼が信仰している氷の女皇からの命令だからです。しかし彼は自分の手で神を作るという計画を行っていました。自分が忠誠を誓っている相手と同等の存在を作ろうとする行為は、言ってみれば自分を神以上の存在にしようとしている行為とも言えるので、その矛盾をどう捉えているのか確認しているんですね。
そしてドットーレの回答から3つのことが読み取れます。まず彼は教練員の送信計画に手を貸して成功率を上げることをせず、観測者の姿勢を貫きました。つまり神を作ることが一番の目的ではなく、実験結果を得ることがより上位の目的であると読み取れます。さらに氷の徐行への態度として、その時に対応する自分がどうにかすればいいから私は知らんという姿勢をとってきたので、徐行への進行よりも実験を優先していることが予想できます。また他の自分に責任を丸投げしていることから、極めて利己的な性格であることもわかりますね。利己的といっても他の個体も自分なので日本語としては難しいんですけど、他の自分すら下だと見下しているような性格であると読み取れるわけです。交渉とは価値観のすり合わせである。相手の目的と価値観が分かったところで、2人の神の心取引が始まります。2人は神の心の価値を様々な言葉で定義づけながら価値の綱引きをしているのです。後で字幕解説付きでもう一度会話を流すので、どんな価値づけをしているのか注目してみてくださいね。その中から一例紹介しておきましょう。ナヒーダが異国の神の心をスメールに置いておくと災いを招くだけ。でもこの神の心はあなたたちの執行官を一人倒したことで手に入れた戦利品だよね。これを手放せというなら元凶であるドットーレも相応の代価を支払うのが筋ではという提案をしています。このような発言をすることで、なんとなく神の心って大切だよねという認識からちゃんと共通認識を持ってやり取りができるようになるわけですね。そしてこの言い回しも同質のものを返したくなってしまう偏方性を利用したもの。こっちが努力して手に入れたものなんだから見合うコストをそっちも払ってよって理屈で話しているんですね。その努力量の定義づけを言葉巧みに行うんです。ここでは戦利品と呼ぶことで認識を変えるラベリングという技術も使われていますね。しかもナヒーダはプラスの意味とマイナスの意味両方で偏方性を仕掛けていて、こっちが努力して手に入れた戦利品というプラスの意味と、迷惑をかけたのはそっちの執行官ですよねというか計画したのあんたでしょ、こっちの手元にあっても災いが起こる物体だから別に必要はないんだよというマイナス面も伝えています。これを短い文章で全部伝えているんですね。さすが知恵の神、めっちゃ上手でもって、この文章で一番効果的な部分は元凶はあなたと言っている部分です。繰り返し説明した通り、ドットーレは自分の実験に狂気的なこだわりがあります。なのでお前の実験だろって点を入れ込むことで絶対に否定できないようになっているんです。自分がやった実験だぞってポイントを自慢したくてしょうがないので、いやそれは私の責任ではないなんて返しはしないはずなんです。これが相手の狙いや価値観を知っておく重要なポイントですね。合意条件にも見えるドットーレのナルシシズム。神の心と交換に自分の断片を全て消去する条件を飲んだ時にもドットーレのナルシシズムが垣間見えます。あまたのあれら私と神の心一つが同じ価値だとお前が思っているならだとか、自身を知恵の神の最たる脅威なんて言ったりしています。とにかく自分を持ち上げまくるんですよね。興味深い点は、そうやって神の心の価値イコール断片の価値イコール自分の価値みたいにして自分の価値を高めるくせに、直後には余分な自我といって断片の価値を自分よりも低いものだと見下しています。つまりダブルスタンダードになっていて、自分に都合がいいように断片の価値解釈を上下させているんですね。そうまでして自分を持ち上げたいナルシシズムの究極みたいな性格をしています。本当にヤバいやつの見本みたいな人ですね、ドットーレ。フットインザドアテクニック。最後にフットインザドアテクニックを紹介しておきましょう。人間には一貫性の原理と呼ばれる性質があります。一度発言してしまったことや取ってしまった行動に対して一貫した姿勢を取ろうとする性質のことですね。例えば今日からダイエットすると発言したにもかかわらず、その直後からポテチを食べるってちょっと気が引けますよね。このように一度何かしらの行動をしてしまうと、その後の行動が影響を受けてしまうんです。これを交渉で使ったテクニックがフットインザドアテクニックです。最初に小さな条件を飲ませて OK をもらうことで、次に出す条件にも OK しやすくなる効果ですね。今回の事例では雷の神の心をドットーレの断片と交換した後、じゃあ草の神の心もいけますよねって流れが該当します。いやいや無理でしょと感じるかもしれませんが、想像してみてください。最初から雷と草の神の心2つともちょうだいと提案していたら、より強固な態度でナヒーダに拒絶されていたはずです。天理を速攻で呼ばれていたかもしれませんね。それをあなたには使いこなせない不要な雷の神の心を譲ってよってところから話を始めているから、交渉がうまくいっているんです。さらにこれだけでは推しが弱いと考えたドットーレは、自分が持つ世界の外の知識をオプション追加することで交渉成立まで持っていきました。ドットーレもかなり順序立てて交渉を考えるタイプであることがわかりますよね。字幕解説付きでもう一度。
では字幕解説付きでもう一度ナヒーダとドットーレの会話を見てみましょう。この音、旅人？パイモン？これだけ待ってようやくお前と二人になる機会ができた。貴重な時間を費やしたのも少しは価値があったようだ。ファデュイの執行官、何をしたの？無防備なものをすぐさま無境に入らせるただの音波さ。だがやはり神には聞かなかったか。あの賢者たちの研究で面白かったものがこれしかなくてな。ついでに持ってきて試しただけさ。安心しろ。私が彼女たちを本当に殺せば、お前が私を許さないことなど知っている。私はお前と交渉をしに来たのだ。当然ながら、双方の関係を壊すような危険な真似はしない。私と交渉を？あなたはもうスメールを離れたと聞いたけれど、どうしてまたここに姿を現したの？スメールを離れたのは私であり、スメールに残ったのも私だ。知恵の神でさえ認識による完成に束縛されてしまうとは、実に失望させてくれる。それはつまり、この世には数々の異なるあなたが同時にいるということ？悪くない推測だ。たとえ同じ個体でも異なる年齢によって認識は変わってくる。その昔、私は世界の観察をするために自身のすべての視点を残そうとある重大な決断をした。観察は実験の第一歩だ。だが今ある世界の観察だけでは満足ができない。時間という重要な次元が欠けているからな。それゆえ私は様々な年齢における自分を断片として保存し、それらを独立の個体にした。それだけのことさ。私は知りたいのだ。知識を求めるために行った私のこの行為を知恵の神がどう評価するのか。あなたは生命という概念を侮辱しているわ。生命に本来含まれている数多くの規則と制限にはすべて存在意義と理由があるの。決してうぬぼれなんかで勝手に破っていいものじゃない。よかろう。大したものだ。確かに人間にとって自らと和解すること自体極めて困難なこと。それが異なる時期の自分であればなおさらだ。教令院にいたのならどうして今になってやっと現れたの？あなたには私たちを阻止し、あの偽りの神を手伝う力があったというのに。その問題はいささか簡単すぎる。実験中に被験者を助けるスタッフがどこにいるというのだ。この実験を行った私がなぜ自らの手で実験結果に干渉しなければならない。教令院は送信計画を最終的な目標としていた。なのにあなたはそれをただ一回の実験としか見ていなかったというの。狂っているわ。もしも実験が成功していれば、あなたは新たな神を創造したことになる。そうなった時、あなたはどのようにして自らが忠誠を誓った相手と向き合うつもりだったの？それでも今のポジションを選ぶのかしら。その時のあなたは自分がどんなものになっていると思う？私は学者に過ぎない。これらの結果は
その可能性に直面するかもしれない私に判断を委ねるべきだ。だがお前の言うことは何も間違っていない。だからこそこの実験には少々失望したのだよ。あなたは一個体として貴族感があまりないようね。普通の学者と比べたらなおさら信仰に欠けるわ。いやいや、私にも当然ながら信仰はある。ただお前の一貫した定義にそぐわないだけさ。さて、話もここまでにしよう。実験は終了だ。そろそろ道具の整理をし、材料を回収しなくてはな。例えばそう、神の心を。クラクサナリデビ、お前は聡明な神だ。今この瞬間における戦力の差は理解しているだろう。その雷の神の心をお前は戦闘に応用することができない。あなた、私と交渉をしに来たと言っていたわよね。だけど、私には今力ずくで奪おうとしているように見えるけど。ただ事実を述べているだけさ。私はこれでも一回の学者だ。知恵の神にはもちろんできる限りの尊重と体裁を持って接したい。あなたのその虚飾は絶対的な自信の上に成り立っているのかしら。あなたの考えは分かったわ。なら私が今ここで神の心を破壊し天理を呼び覚ましたらどうなるかしら。天理を呼び覚ます可能だと思うのか。天理は長いこと沈黙を保っているけれど、神の心は天理がテイワット大陸及び一切の法則を司るための象徴よ。それを破壊したらもう一度天理の目を引けるかしら。そうなった時、ファデューのした行いは一体どうやって収拾をつけるのかしらね。あなた、私とこの可能性についてかける勇気はある？賭け？いやはや驚かずにはいられない。私はてっきりお前が証拠や厳密な推理論証を持ち出すのかと思っていたが、よもや知恵の神の口から賭けなどという言葉を聞くとは。だが実に巧妙な一手だ。まさか以前私がお前の意識を捕捉した際、すでに見破られていたのか？学者としていかなる可能性も尊重しなくてはならない。これは私のモットーであり、実験者に欠けてはならない品格でもある。確かにそのような可能性は無視できん。ならば言うがいい。お前の条件は何だ？たとえ異国の神の心をスメールに残しても災いが生まれるだけ。でもこの雷の神の心はあなたたちの執行官を一人倒したことによる戦利品よ。今になってその戦利品を奪い取ろうというのなら、すべての元凶であるあなたが相応の代価を払うべきではなくて。代価？面白い。一体どんな代価を払ってほしいのだ？他の断片をすべて消去するというのはどうかしら。そのような手段で知恵の国の最たる脅威である私を制限しようと？確かにそのやり方は私が時間という次元に投入した目を奪うことも同然だ。断片の製作は非常に難しく、極めて希少な資源と膨大な時間を必要とする。それをここで全て破壊させようとは、非常に賢い選択だと言えよう。実に面白い。お前はとっくに私を警戒していたようだな。
すべての私の中でお前が出会ったこの断片こそ最も利己的なものだ。もしも私でなければそのやり方は成功しなかっただろう。監禁されていた時、お前は何を見た？私を観察したからこそ、私が彼らに疑われることにとっくに辟易し、終わることのない言い争いに嫌気がさしていたことを知ったのか？あなたが言ったのよ。自らと和解すること自体、極めて困難なことだって。頭のいいあなたは、それができているのかしら。なるほど。あまたのあれら私と、神の心一つが同じ価値だと、お前が思っているのなら、よかろう。取引成立だ。そんなに気にしていないようね。まさか、あなたたちの関係って、本当にそんな悪いのかしら。気にするほどのことではないと思うがな。余分な自我で神の心と交換できる。これ以上の高値を自分につける者がいると思うか？それに私の力をもってすれば、いずれもっと良い視点が見つかる。むしろお前のそのリードは一時的なものに過ぎない。しかしお前はどうやって私が完全に彼らを消したことを確認するつもりだ？私には見えるわ。あなたに唯一残っている心情が。馬鹿げた決断をふざけてるのか？極まりない選択だ。自分さえも裏切る。これで終わりだと思う。立てかまつんだ。大工に見合うといいがな。絶対に後悔するよ。どうだ、確認したか？持っていきなさい。この先、学術都市は私が完全に引き継ぐわ。アーカー社の運行を止め、人々の知識欲と好奇心に学術領域を支配させる。もうあなたに付け入る隙は与えない。私の学術成果は故郷では評価されない。実に悲しいことだ。もちろん私も、この都市に3回も拒絶される趣味はない。これで駒が一つ。そして、お前の草の神の心も。その貪欲さは身を滅ぼすわよ。スネージナヤの執行官。いやいや、これは別の交渉さ。どうせアーカー社を止めるなら、スメールの神の心がここに残っていても、重要な役割を果たせないだろう。求める者に求める者を送る。それが神の責務ではなかったか？ほう、その表情。あまり気に食わないようだ。ならば考え方を変えよう。知恵の神ならば、私の知識と交換するのはどうだ？この世に流布する伝説ではすべて、人々が知恵の神から知識を手に入れるということになっているわ。それなのにあなたは、自らの知識を使って、知恵の神のものを交換しようとしている。凶暴たる行いだけど、確かに興味はあるわ。お前はすべての知識を持っているが、この噂を聞いたことはあるか？確かこう言ったか。テイワットの星空は偽りである。それが。それは世界樹によって隠された世界全体に関する真実の秘密。これから言うことを話し終えたら、お前とはお別れだ。交渉の後、双方とも欲しいものを手にするだろう。お前とこのような形で会えて、
とても嬉しいよ。凶暴なるものよ。信仰はあなたにとって何の意味もないのでしょう。でも、あなたの話に耳を傾けるくらいなら構わないわ。多分ウキウキで帰っているドットーレ。はい、いかがだったでしょう。ドットーレが自分の価値を盛りまくった会話でしたよね。個人的な予想なんですけど、多分帰り道のドットーレはめちゃくちゃテンション上がってると思います。だって知恵の神と比べても自分の知識や自分自身に価値があるって証明できちゃったので、自己肯定感爆上げだと思うんですよね。ものすごいウッキウキで帰っているはず。そういうところを想像しても面白い会話だと思います。というわけで、性格分析を通しての会話術、どうだったでしょう。ちょっと盛りだくさんになっちゃいましたが、面白ければまたやりますので、お気軽にリクエストしてください。それでは、今回の内容も原神を楽しむための情報として参考まで。